ではですね、じゃあいきなりですが、古賀さん、はい背泳ぎのスタートで大事だと思うことを3つ挙げてください。お願いします。背泳ぎのスタートで、大事なところとしては、体をというよりはお尻をなるべく高い位置に持っていくっていうのと、あとは、手と足の、反応であったりとか、あとはその後飛び出した後に、胸郭の、柔らかさというかしなやかさというかで体をグンって伸ばした時に腰が反らないように胸郭の柔軟性と、その胸郭が、柔らかすぎてもそのまままた反った状態に体が反った状態になってしまうので、それを抑えるっていうその3つが一番大事な点じゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、今の3つに関してなんですけど、ちょっと順番、私の方で今の3つ勝手に順番変えさせてもらうんですが、はい、最初手足、手足っていうのは上半身と下半身の反応っていうところがあったんですが、そこちょっと詳しく説明してもらってもいいですか？スタート、背泳ぎのスタートを、するとき、自由形も同じような感じなんですけど、大体の人がじゃあ手をこういうふうにこう曲げた状態、手をこういうふうに横で見ると曲げた状態から押した後に足をこうやって蹴って体を飛び出していくっていうふうに考えてる人が結構いたりとか、実際の動きとして、そういうふうに大きく差が開いてなってしまってる人が多いんですけど、それを基本的にはその手が動くっていうのと足がその蹴り始めて体が伸び始める、足が伸び始めるっていうタイミングをなるべく近くしてあげることで、なんだろうな、飛び出した時の、体こう飛び出した後の足がこう引きずらないでそのままこう体がまっすぐの状態に、持っていきやすくなるっていうふうに僕としては考えてます。はい。わかりました。ですね、古賀さん、今ちょっとですね、古賀さんが止まってるかもしれないということなんですけど、今井くん、大丈夫そう？古賀さん、動いてるかな？はい、今井くんはミュートっていう。確かカクカクですね。そうですね、カクついてますね。はい。じゃあ、力作が今見えてないかな？もしかしたら。力作は今使ってまないだですか？まだ使ってない。じゃはい、改善されるといいですね。はい、わかりました。ですね、その手と足の、タイミングがバラバラの選手が多いっていうことなんですけど、タイミングっていうのは、もう、どこのタイミングですか？ちょっとすみません、もう一回言ってもらって、どの時のタイミング？どのタイミングっていうのはもう音が鳴って体が反応するときに、手と足両方とももうほぼ同時に動かし始めるくらいじゃないと、そもそもがじゃあ脳みその位置から、手の方が、距離が近いから、手の方が反応が早く動かしやすいっていうのはちょっと体感的にもあって、でそれと、それに加えて自然なその、反応速度の違いで手と足を両方動かしてるつもりでも少し手の方が早く動かしながら、今度は足が伸び始めるっていうのは自然な流れで起こることなので、それを手をやって足をやってっていうふうに順番をつけてしまうことでその動きがこう体重移動であったりとか動き自体がちょっとばらつくんじゃないかなっていうふうに考えてますね。はい、まさきどう？今のちょうど言おうと思ってた。はい。いや、今、ジアさんの話聞いて、足も、じゃあシグナルが鳴ったら力を入れ始めるっていうことですよね。そういうこと。ってなった時に、その足は、なんていうんですかね、もうシグナルが鳴った瞬間からもう膝とか股関節を伸ばし始める意識なのか、それとも、なんていうんですかね、上半身の動きをコントロールするために、なんか支える、固定するように使うのか、どっちの意識なんですかね、さん的に。もう足と股関節を伸ばし始めて、
そうなんだ。もうスタートを始めるっていう感じで、支えるっていうのが、はいもうそもそもが用意で構えた時にはもう形になってうん足が支えられてる状態。うんだからその水平方向に、はい垂直方向に壁があったとしたら、はい。その壁に対してちゃんとこういうふうに足の圧がもうかかってる状態になってさえいれば、はい。上半身が強く動いたとしても下はい半身がこうぶれることっていうのはほとんどないはずなるほど。なんだよね。はい。いや、これはすごい面白いですね。いや、僕も結構思い返してみると、手と足の動きは分離してたなっていう感じがするので、いやこれは、はい、面白い感覚ですね。そう、スタートのエッジが、はいない状態の時の方が、うん。高い位置で足をこう、高い位置で持っていけてるから、うん。体を上げたとしても、あんまりこうなんていうか、下方向に足をこうやって滑るっていうのを調整しやすかったうん。状態なんだけど、はいはいでもそこまで足を高く持っていって体を持っていけない人たちは、僕がここでスタートの位置、足の位置をついてるとしたら、うん他の人たちは水面ギリギリのところで足をついてるから、うん体をそこから高く上げようとすると下にこうやって滑っていく、うん。そうですね。重力の方向にこうやって足が滑ってしまうっていうのがあったので、じゃあスタートが滑るからうん。スタートのエッジをつけてほしいっていう流れになって、うんでスタートのエッジがつくことで、下の方の位置でも体を高く持っていった時にここでストッパーがかかるからうん。滑らなくなったっていう感じ。ありがとうございます。っていうことは、つまり壁に垂直に足でこう力を加えてるっていうような。そう垂直に、壁に対して水平方向にか、うん。垂直に立ってる壁に対して水平方向に力がある程度ちゃんと加わってないと、そのスタートの時にこうやって飛び出す時にも下に力がいっちゃうっていうのがなく、そのまま壁をちゃんと蹴れるから飛び出しにつながる。だから、地上でジャンプをする時と同じような状態になる。地上でジャンプする時も必ずしもその、膝をこう曲げた時、膝をこう曲げてどういうふうにやればいいのかな。手がこうやってまっすぐ伸びてるとしてでジャンプをしますってなったら、必ずしもこっからここまでの膝下すねの部分が垂直方向にこうやって立った状態のままビョンって上に行くわけじゃなくて、ある程度やっぱりこう膝がちょっと前に出てで垂直方向に飛ぶっていう感じを、壁の状態、壁についた状態でやらなきゃいけなくて、だからそれっていうのは関節の方向とか関節の角度関係なく力がちゃんと壁に対して向かっているかどうか、だからそれをコントロールできるかどうかっていうのが一番大事なポイントで、それができてない人だとこう膝を曲げてこうやってついてる時にこれがこっち方向に行く、でこれがもっとこっちに押してほしい、膝を曲げた状態でも壁の方向にまっすぐ力が入るっていうような状態を作ってほしいって感じ。はい。っていう、あれですよね、壁に対してこう、ある意味撫でるように力を加えるんじゃなくて、壁の中に足をなんかもうグイッてもう押し込むような感じで、もう突き刺すような感じで力が入ってないと足が滑るし、ジャンプでも遠くに飛べない。もう構えの時からしっかり壁に足をこう垂直っていうかにもつけてるっていうイメージで構えられてるってことですよね。そうだね、力の方向がそういう、だから必ずしもその体の形的に垂直方向に行くっていうふうにはなかなか感覚でやるのは難しいかもしれないけど、なるべくその構えた時からちゃんと、壁に対してそのお尻が下がって膝がこういうふうに曲がった状態からもうすでに壁の方向にちゃんと力を加え続けられているっていう状態。わかりました。ありがとうございます。宮尾さん、今の話聞いてて、これって例えばご自身が選手の時に思われてたこととか、で、それを例えばジュニア選手だったり、ジュニアじゃなくて他の選手でもいいんですけど、教える時にっていうのは、この
視点っていうのは、なんか今までは意識されてたりしましたか？そうですね、僕自身も、僕自身はどちらかというと、まあ、スタートの反応というか、こう、足を滑りたくなかったので、後ろに飛んでから足を蹴るというか、逆に、こう、足は倒れてから蹴るっていうのをすごく意識してました。っていうのも、やっぱりどうしても滑りたくないっていうのがどうしてもあって。ただ、それだと、やっぱり多いんですけど、こう飛んだ後に足がやっぱり水にこう沈むというか、一回足が落ちてから上がって、またこう描いて背泳ぎで入水していくっていうような体の使い方がすごく、多くて、ちっちゃい子とかも、もちろん脚力ある、ジャンプ力ある、ないとかも全部そうなんですけども、やっぱりこう、倒れてから蹴る。やっぱりこう、だと、どうしても、こう、足が下がるような、使い方になりやすいかなって思ってます。で、今、現役の時は気づかなかったんですけど、やっぱり彼の担当コーチになってから、そういう体の使い方を、学んだというか、なるほどと思って、で、教え方とかにもそうなんですけども、やっぱりこう、さっきのスタートを構えた時に、壁にずっと圧力をかけるというか、力を加えておくっていうのでも、一つ気づいたんですけど、ちょっと僕も東洋医学をちょっとだけかじってて、昔はそうだったんですけど、アナログの体重計だと、こう、針で体重計に乗れば針が動いてっていうような形になってるんですけど、やっぱり今の話で体重をかけ続けるっていうので、どうしても普通の人は体重をこうグッとかけよう、ジャンプしようとすると、一回体が0キロの方になるんですね、体重が。壁にかけられないというか、下の体重計の方に体重をかけられなくて、一回ゼロになってからまた重さがかかってジャンプしていくっていうような体の使い方の人が大半で、ただ彼の場合は、例えば80キロだとしたら、ずーっと80キロのまんまのスタートで、そっからシグナルが鳴った瞬間にもっと140キロとか160キロ倍ぐらいの体重をグッとかけて飛んでいけるので、分かるように体重が重い人の方が水の中に入った後に速い。体重を使える。彼も例えば同じ80キロの人でも、彼は壁に160キロぐらい体重をかけられる。80キロの人は80キロしかかけられない。ってなると、入った後に純也の方がやっぱり速いんですね。それをすごく、彼と話してる間に、ちょっとこうなんじゃないかなっていうような僕の中での仮説というか、がありまして。で、今の話でもそうですけど、こう壁にずっと体重をかけられる。かけながらシグナルと同時にもっと体重かけて飛んでいける。入った後、入水した後も速いのかなと思ってます。